こんにちは。グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。メンバーシップの方では投稿してましたけども、一般動画としては約1週間ぶりとなりますね。WebX2024 も無事終了しましたんで、今週からまたいつも通り一般動画も更新していこうと思います。で、また先日公開した WebX2024 の動画、全体的にエンタメ色強めですけども、最後は結構真面目に今後のことについて話してますんで、そちらもぜひ見てみてください。で、またメンバーシップの方では、ブロックチェーン界隈の今後について、私が感じたことを動画に残しておきましたんで、まだ見てない方はそちらもぜひ見てみてください。で、まず ETF 関連から見ていきますと、先週の仮想通貨投資商品全般、ETP の流出額がマイナス3億ドルとなってます。先々週がプラス 5.4 億ドルの純流入だったんですけども、そこからマイナスに転落したことで話題になってますね。で、また米国のスポットビットコイン ETF の純資産額がビットコインの下落によってですね、月間マイナス40億ドルと目減りしたのも注目されてますね。で、米市場は昨日まで祝日で連休だったんで、本日から開けるんですけども、一応先週までの ETF のフローをおさらいするとですね、こんな感じになってますね。米国のスポットビットコイン ETF は26日以外全部マイナスで、トータルでマイナス 2.7 億ドルの純流出となってます。で、スポット ETF の方も、金額としてはマイナス1200万ドルで、少ないんですけども、動きがほぼないんで、ビットコインよりも深刻な状況なのかなと思いますね。で、一方、香港の方も、いつも通りビットコイン、イーサともに、ビビたる増減となってまして、こちらも大きな動きなしとなってます。あと、その他の動きでは、取引所全体の8月の月間取引量が約 1.2 兆ドル、前月比プラス 6.6% となってはいるんですけども、DeFi の8月の月間取引手数料が 2.8 億ドルと、前月比マイナス 24.4% となってまして、全体的に見て仮想通貨市場が盛り下がっている傾向があるのかなと思います。要因としては市場全体がまたリスクオフに傾いていることや、大統領選の行方が未だ定かでなかったりと、いろいろ挙げられてますけども、DeFi の落ち込みに関しては、単純に各プロトコルの APR が落ちていることが要因とされてますね。市場全体のことに関しては、この後のチャートのところでまた話そうと思います。ビットコインの価格は現在 59,300 ドルあたりを推移しています。先週からの金利上昇傾向から、本日からまた注目指標並んでますんで、米連休明けの本日ですね、どのように動くのかというところが注目されてるんじゃないかなと思いますね。現時点での指数などの推移を見てみますと、米国債金利は 3.919 を推移しておりまして、ナスダックが 19,574、S&P500 が 5,649、ダウ平均が 41,563、金ゴールドが 2,497 ドル、日経平均が 38,700 円、ドル円が 146.79 円となっています。個別株の方では、メタプラネットが SBIVC トレードとの提携を発表しています。自社保有の BTC を担保にして、さらなる資金調達をするための提携とされてますね。メタプラネットの株価は週明けですね、マイナス 12.2% と落ちた形となってますが、本日からどのように動くのか注目ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 3.43%、額としては305億ドル相当と、先週末からほぼ変わってません。比率としては全体ではロングが 53.1%、バイナスミはロングが 67.0% と上売りになっています。今後の指標としては、9月3日に、米製造業 PMI、8月の確保値、米 ISM 製造業景気指数、9月4日に、ポーランド、カナダの中銀政策金利、米ジョルツ求人件数、7月の米貿易収支、耐久財受注、9月5日にマレーシアの政策金利、米 ADP 雇用者数、米非製造業 PMI、ISM 非製造業景気指数などが控えております。各アナリストもですね、この9月に向けた見解を出してまして、9月6日に控える米雇用統計の結果次第で、ドルが弱くなって、またリスクオン資産が強くなる可能性があるとかですね。9月は例年弱い月とされてますけども、今回は FRB の利下げ次第で、状況が変わる可能性もあると、割と上売りの見解が目立ちます。で、確かにその年単位で見たら、9月弱いというのもありますけども、ただ今回は大統領選と反撃ムーブもあってですね、そこに米利下げも重なってるんで、順当にいけば上が優勢だと思うんですけども、これも果たしてどうなるのかわからないですね。で、9月に入って初めての米市場明けが本日なんで、
注目したいですけども、先ほどお伝えした通りですね、本日は米製造業 PMI、確保値、米 ISM 製造業景気指数など、需要指標も控えてます。チャートだけ見たら、週足、月足も確定となりまして、58,000のラインで反発して、再度6万ドルに向かってますけども、短期時間足では、62,000ドルの攻防に乗ってこないと、過度な上への期待はできないのかなと思いますよね。本日、米市場の取引開始が、日本時間10時半ですね。米 PMI 発表が10時45分。米 ISM 製造業景気指数が11時発表となっています。その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2540ドル、BTC 建ては 0.0429 と、先週は一時 0.040 あたりまで下がってましたけども、昨日からまた上がってます。先物の方では、OI は全体でプラス 3.9%、額としては107億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.7%、バイナスミはロングが 70.6% と下寄りになってます。でこちらは9月以降もイーサが比較的弱くなるんじゃないかというですね、QCP キャピタルのアナリストの見解が注目されてますけども、現時点では OI も回復傾向となってまして、BTC だっても若干反発してます。ただこれは先日からずっと言ってますけども、その ETF の動向もそうですけども、そのイーサに資金が流れるトリガーが今のところないんですよね。なんかのきっかけがあれば状況が変わるんでしょうけども、今のところはまだ比較的厳しい状態なのかなと思います。チャートだけ見たら BTC 建ても底値を切り上げてるようにも見えますけども、0.045 あたりを抜けてこないと楽観的になれないのかなと思いますよね。ドル建てでは2600の攻防に入って2800を抜けてこないと厳しいのかなと思います。今後イーサの逆転のファンダが出るのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。OKX がシンガポールで MPI ライセンスを取得したことを発表しています。またシンガポール拠点の CEO にシンガポールの金融局 MAS の元職員を採用したことも話題になってますね。これによる OKX はシンガポールで取引、送金サービスの提供ができるようになったとのことです。あとアフリカの取引所クイダックスがナイジェリアの SEC から初めて認可を受けた取引所となったことなどが話題になってますね。ナイジェリアはずっとバイナンスとバトってますけども、このクイダックスを囲うような感じになるんですかね。現状の仮想通貨取引所のマーケットシェアは、バイナンスが徐々に減って、その上のクリプト .com、バイビットが押し広げてる展開となってますけども、この勢力図が今後変わってくるのかも注目となってます。あと、ここからアルト関連になりますね。先日も投稿で少し触れましたけども、カルダノのチャンハードフォークの第一段階が完了しています。今後90日間で分散型ガバナンスシステムに完全移行するとのことですね。ADA の価格は現在 0.33 ドル、BTC 建てはマイナス 2.1%、時価総額は12位です。トンやトロンが伸び続けていることからですね、現状維持の ADA が時価総額落ちてる展開ですけども、ここからまた逆転するのか注目となっています。あとは RWA 系スタートアップ企業と呼ばれているリブレがニアに上陸したのも話題になっています。リブレは5月に RWA 化をスタートしてから、野村のレーザーデジタルやブレイブフォワードのウェブ N グループなどと提携してですね、運用資産額が1億ドルを突破してまして、マルチチェーン構想の一環として今回ニアに展開したとされています。ニアの価格は現在4ドル、BTC 建てはプラマイゼロあたりですね。時価総額は25位です。時間足ではそこあたりに見えますけども、ここから反転できるのか注目となっています。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。